ふとバイクに乗りたくなって、小型免許を取って2年目になります。58歳のアラカンライダー田中です。2026年3月、東京都練馬区を出発して、モンキ125の相棒カルカ号で、埼玉県方面へ門切っています。今日の目的地は埼玉県桶川市の桶川楽里の河津桜です。前回の桶川市だった？そうなんですよ。前回の大木うどんとは目と鼻の先。歩いて10分足らずの距離です。実は前回もこの桜を見に来たら、まだほとんど咲いていなかったので、そろそろ満開を迎えるはずと、連続で訪れてみたのです。2回撮りと思われたくないので、今回はルートを変えています。少し遠回りになりますが、川越街道を経由してみました。今回のルート、今この辺。ちなみに前回ルートはこちら。走行動画を背景に。今回もメインは白内障の話です。ついに先日、右目を手術しました。なお撮影は手術前にしています。白内障手術に用いたレンズは自由診療のレイワンギャラクシー。乱視に対応したので、費用は片目77万円、両目で154万円の出費です。おかげでしばらくの間、シャトレーゼのご褒美はお預けです。ちなみに左目の手術は右目から10日後を予定しています。両目同時も可能だったのですが、その場合は付き添いが必要です。いろいろあってぼっちなので、手術の間隔を空けました。まあ、その方が手術後の様子を見られますし、裸眼とギャラクシーの比較も可能。一方、同時のメリットは、術前準備や術後のメンテが短期間で済みます。具体的には目薬の期間や先発禁止や安静期間ですね。白内障シリーズでは、今までに白内障の症状例やレンズ選び、眼科選び、手術前の検査などについて実体験をもとにお話ししてきました。今回は手術前後の様子について私の体験をお話しします。あくまで一つの事例として参考にしていただければ幸いです。まず手術の3日前から手術を行う右目に目薬、1日3回、朝昼晩ですね。こちらは細菌の増殖を抑えるようで、
感染症リスクを下げるのでしょう。目薬の説明書によれば、点眼した後瞬きせずに1から5分ほど目をつぶっていろと幅がありすぎる指示があります。まあ律儀な性格ですし、手術を失敗したくはないので、最短1分、可能なら5分の瞑想タイムを作りましたが、朝昼晩の時間確保が大変ですね。これを手術前の3日間続けて、いよいよ右目手術の当日、手術開始は13時からということで、会社は有給を取りました。この眼科は日曜も選べたのですが、術後は安静にしていたかったので、金曜日の手術を選びました。術後は先発禁止期間があるので、手術当日の午前中にシャワーと洗髪、ついでに散髪も済ませてきました。そしてトーイング30分前から10分おきに3回の目薬がありました。これは瞳孔を開く目薬ですね。日中は眩しくなるので、サングラスをかけて眼科に向かいます。電車と徒歩で向かいました。時間通りに眼科へ到着。受付を済ませると血圧測定。黄色い半透明な手術着を羽織って、頭には白いキャップをテープで固定。靴もサンダルに履き替えます。そして待っている間に5から10分おきに点眼。これは点眼麻酔が5と回、間に2、3回瞳孔を開く目薬。目薬はスタッフさんがしてくれます。いよいよ時間になりました。名前を呼ばれ手術室に入ると、手術をする右目の周りをスタッフさんが消毒してくれます。生年月日や名前を復唱して本人確認。手術するのは右目ですねと何度か念押し確認が入ります。万が一にも間違いがあったら取り返しがつきませんからね。このくらいの方が信頼できます。椅子に座り背もたれが倒れていきます。この永遠は美容院の洗髪に似ています。手首や指に血圧や酸素濃度を測定する器具をつけます。緊張がバレそうだったので深呼吸で心を落ち着かせます。右目の周りを何箇所かテープで固定。そして器具が取り付けられて、もう瞬きはできません。両目を開けて顔を右に傾けて、ジャバジャバと右目を洗います。真上に向き直して、いよいよですね。白い光を見てくださいと。
こんな感じの模様が見えます。では始めますと声がかかると、何やら右目に施しているのがわかりますが、麻酔が効いているので痛みはありません。その間の見え方は、さっきの模様が青と赤に分散したり、白に戻ってボケボケになったり、赤だけにぼやけたり、ぐにゃぐにゃになったり、時々水をかけ回すと、ジャバジャバ流れると同時に、ジューッと蒸発する音も聞こえて、電子メスとかレーザーとか、なんか高温な機械なのかなと考えたりして気を紛らわせます。そういえば施術の間、J-POP の BGM とレロレロという感じの電子音。電子音は状況で変わるんですかね。警告音にも聞こえて不安になりますが、途中順調に進んでますよと声をかけて安心させてくれます。やがてボケボケの光が落ち着き、お疲れ様でしたの声。手術時間は10分から15分ほどでしょうか。右目はガーゼを当てられて、テープで留められるので見えません。両目同時手術の場合は、透明なドーム型カプセルで覆われ、視界は確保されるようです。私は片目ずつの手術なので、視界の確認は翌朝までお預けです。術着やキャップを外して、待合所で30分安静にしたら、病院も後にします。ランチの後から飲み薬が始まります。感染症を抑える抗生物質で、1日3回、3日分処方されました。当日は安静にして早めに寝ました。翌朝、ガーゼをつけたまま登院します。ガーゼは少し光も通すので、見えているのがわかります。異分症のもっくんが相変わらずいてくれたので、見えている安心感はありました。先生が包帯を取ってくれて、ああ、見える、見えるよ、みたいな感動のシーンを想像してましたが、番号札を持って待ってる間に、スタッフさんがやってきて、ガーゼを取ってくれました。そのため最初に見えたのは、院内の案内掲示板。感動とは程遠かったのが残念。それでも最初の印象は、普通に見えるですね。ぼやけたり二重に見えたりせず、右目だけでもちゃんと見えます。色味はどうかというと、明るいけど青みがかった感じ。
でも左右比べないと分かりません。そのくらい自然でした。近距離はどうだろうと、スマホを取り出しました。腕時計を見る感じの距離で、30センチに挑戦してみると、ちゃんとメールも読めました。手術をする前は、右目では読めなくなっていたので、少なくとも手術前よりよく見えます。検査は多角的屈折検査と、風がシュッと出る眼圧検査、あとは先生の診察ですが、きれいな状態と太鼓判、安心して帰路に着きました。そして帰り道、はっきり明るくなっています。左右で見比べてみると、おや、右目の方が白い。逆に左目が黄色みがかっています。さっき青みがかって見えたのは、左目の黄色が基準だったからでしょう。左目の白内障は濁りの実感がなかったのですが、やっぱり進行していたんですね。来週の手術が楽しみです。家に戻ってからは目薬3つ追加。いずれも炎症や感染症を抑えるもので、1日に2回が1つ、4回が2つ。時間確保がさらに大変です。夜になって散歩に出かけてみました。多焦点レンズでは夜の光に癖が出る傾向があるからです。手術翌日の夜の見え方はこんな感じでした。私も驚いたのですが、左上から右下にビシッと通る工場、日中は気づきませんでした。グレアと呼ばれる強いにじみや、アローと言われる光輪は見えません。初期だけの症状だといいのですが、しばらく様子見ですね。翌日、手術から2日後、昼間は大きな変化もなく、ただ夜の光の見え方が、工場に加えてブレが発生。矢印信号が見にくくなりますね。前日はなかったと思うんですけどね。馴染んでくれることを祈りましょう。3日目以降と左目手術は次回に報告する予定です。さあそろそろ桶川原草戸の河津桜が近づいてきました。このカーブを曲がると満開の桜が目に飛び込んできませんね。青々とした葉桜のお出迎え。後で桶川市の開花情報を見たら、見頃を迎えないまま終了と。確かに道路に散ったよろすもなく、咲かずに終わったわけですね。
えん冒頭のサムネイル。はい、こうだったらという妄想を AI に再現してもらいました。 AI ってすごいですよね。両目154万円のこのレンズ、A1 ギャラクシーは AI が設計しています。今のところメガネが不要という期待には十分に応えてくれそうです。夜の見え方が良くなってくれれば決して高いとは思えません。見え方が安定してくるには2週間から1ヶ月くらいかかるらしい。しばらく注視しましょう。今回の出費、手術費は除くガソリン代182円、以上、合計182円。読み上げアプリアイビススピーチ、音声合成モデルアイビスハブ田中、音楽ドラシンドローム、アシンフーバイシーサンワークス。提供田中。